猫のお散歩。今回は京都の梨の木神社。この神社、場所は御所がある京都御苑の東側に鎮座しており、京都の街中ながら喧騒からちょっと離れた静かな空間となっております。落ち着きますね。歴史は明治18年10月に三条実務公をご祭神として創建したとのことで、比較的新しい神社のようです。実務公は江戸時代後期の苦行。苦行は大納言、中納言、参議といった官職、もしくは三位以上の位の官人を指しているようで、国政を担う最高の職位とのことのようで、とても偉い人のようです。幕末王政復古に貢献した人のようで、明治維新の功労者、激動の時代を生きた人ですね。大正4年に実務公の巫女実富公が合祀されましたとのことなので、実務公、実富公の親子が祀られているということになります。近代の人物が祀られている珍しい神社ですね。行った時期は10月だったんですが、萩の花がとても美しい。境内は500株以上の萩が植えられているらしく、萩の宮と称されて親しまれているようです。萩の花は9月頃が見頃のようで、萩祭りも行われますよ。萩祭りは萩の花に俳句、短歌の短冊が結ばれます。9月の第3または第4日曜日前後に行われるとのことで、舞踊、邦楽、弓、居合など奉納行事やお茶会が催されます。そしてこの神社、手水のところには京都三名水の一つ、染井の井戸があります。そしてこちら、ご神木愛の木。桂の木なのですが、葉がハートの形をしていることから愛の木と名付けられたようです。木に触れながら祈ると願いが叶うのだとか。ちなみに宮司さんに梨の木はどこにあるんですかって聞いたら、ないですって言われました。もともとこの神社の場所の元の地名が梨の木町だったようで、神社の名前は地名が由来。梨の木はないようです。もともと京都御苑と梨の木神社の間にある道が梨の木町通りだったようですね。ちなみに現在でも京都御苑の西側に梨の木町という地名はありますが、そことは別みたいですね。ではお参りしましょう。そして境内にカフェ梨の木さんがあります。コーヒーを入れる水は染井の井戸の水です。やっぱり水がいいとコーヒーもさらに美味しくなりますね。こんな雰囲気の中でいただく美味しいコーヒー、格別です。あとおみくじをやってみましょう。ごめんなさい、飛んでった。はい、お願いします。こちら水に浸すと文字が浮かび上がります。中吉ですね。普通な感じ、まあいいんじゃないですか。では御朱印を授かります。てってれー。梨の木神社の御朱印、書がかっこいいですね。ということで今回はこれまで。次回もまた見てくださいね。